こんにちは、普通の人です。前回は接近禁止保護命令の準備過程と2年半前にキャンプで起こった出来事について話しましたね。コメントを残してくださった方々、ありがとうございます。大変励みになりました。今日は接近禁止保護命令の件で家庭裁判所に出席した日のエピソードをお話しします。私が人生で初めて裁判所に出席した日の話です。接近禁止の新人というもので、両者の主張を書面で確認した裁判官が口頭で質問をする日です。事前に作成した申請書では、相手と同席が可能かどうかの項目で、相手との同席は不可能にチェックを入れていました。なので、裁判所で私はなると顔を合わせることはなかったです。2022年3月1日、なるが引っ越した翌日が期日だったんですけど、今考えるとすべてのことがほぼ同時に進行し、慌ただしい日々でした。当日、早く着いてしまって、コーヒーショップで簡単にサンドイッチで昼食を済ませ、書類を検討していました。私が事前に準備した書類、それに基づいて私の代理人が作成した主張書面、そして期日の当日に送られてきた相手の反対書面を確認しました。なるの方は私が主張した内容に対して全てしていないと一貫して主張し、申立人は非難したわけではなく外泊中と主張していました。家庭裁判所に着きました。裁判所の入り口は左側が一般人、右側が関係者及び弁護士と分かれていて、左側の一般人だけが荷物検査を受けます。ロビーで弁護士と会い、エレベーターで上がると、昔の法律ドラマで見てきたおなじみの景色が広がりました。心臓が破裂しそうでした。その日は残念ながら法学を勉強している学生が見学していて全く集中できませんでした。滑覆の良い女性裁判官が入ってきました。審問は思っていたよりも事務的な感じでした。弁護士さん、何ページの何箇所の誤字を確認してください。弁護士さん、管轄警察署の住所を確認してください。そして私に数点質問。あなたは自分が物理的な暴力を受けたと思いますかと少々戸惑わせるような質問でした。だから接近禁止を申請したのに何と思いました。はい、そうです。と答えました。炭酸水を料理に入れられ、携帯を奪われ、なんともトンチンカンな答えでしたね。私何してるんだろう。嫌な気分でした。何回か回答を終えた後、ものすごく不安になりました。尋問が終わった後、弁護士からは、女性の裁判官は女性に少し厳しいかもしれません、と言われました。数日後、私は弁護士と和解案を準備することになります。内容は接近禁止とほぼ同じでした。1、相手方はこの和解が成立した日から6ヶ月間、申立人の住居に近づかず、また職場の周辺にも行かない。2、申立人と相手方は互いに連絡を取らない。必要な場合は弁護士を通して連絡を取る。3、相手方はこの和解が成立した日から、申立人の住所を知らないことを表明し、保証する。暴力事件などについての事実関係を確認して送らせるより、婚姻費用の調停と離婚の調停の段階に進むことが時間短縮につながるという理由で和解案を提出しましたが、もし接近禁止命令が出されずに焦って和解案を出したとして、後で不利に働くんじゃないかと心配はありました。しかし、幸いにも相手方が同意してくれて一段落しました。これが何を意味するかっていうと、相手方が接近禁止命令が出された場合とほぼ同じ項目に同意したということで、
これにより相手方、なるはかなり不利になるという意味でもあります。なるはおそらく後で、ミスったと感じたようです。なぜ分かったかというと、その後なるの弁護士が変わったからです。以上、接近禁止命令に関して、裁判所での審問に参加した話をお伝えしました。次回は、婚姻費用の調停についてお話しします。